はいどうも、ストックロックです。先日ですね、こちらのドリルプロのトリマー、こちらをご紹介したんですけれども、このマキタのもうパクリってやつね。で、マキタのプランジベースもつけれるんじゃないかっていうことで、買いました。はい。と言ってもですね、マキタのプランジベースの、これもパチモンですね。アリエクで購入しました。4700円ぐらいだったかな。5000円あれば買えるような商品となってるんですけれども、なんとね、注文してから6日目で届きましたね。もうなんか今まで、中国で買った中で最速だったような気がします。もう速攻届きましたね。ということで、今日はですね、これを実際につけてみて、レビューしてみたいと思います。パチモンにはパチモンでいいよねっていうことで、試してみたいと思います。割と箱も綺麗な状態で届いたんじゃないかなと思うんですけど、よっ。はい、ちゃんと集塵ノズルもついてるんですね。なんかバリすげえけど、バリすげえというかもうバリだらけだなこれバリだらけの集塵ノズル、本体どうなんでしょうね。結構いいっていうことでご紹介いただいたんで期待してるんですけど、何いいじゃん。なんか良さげですよ。はい、こんなものが本当にそのままゴロンと入っておりました。なんかマキタのものと本当に似てますね。また入ってるものこれだけです。プランジベース本体と、あとボックスレンチ六角のですね、あと集塵のノズル、こちらがついてました。なんか作り良さそうだねっていう気がするんですけど、特にあらはないというか、なんか型つく感じはする。そんなことないかな。この下が型ついてるからかな。どうなんだろう。若干ですけど平面出てないですね。でも DIY で使うレベルでは問題ないかな。 0.1 ミリとかそれぐらいの誤差だと思います。実際ね、こっちのトリマーの方も誤差あるんですよ。こっちの方がちょっとあるかな。なので本当に1ミリ以内の精度を求めるっていう方は、マキタ純正とかを買った方がいいかもしれないね。でもなんか今のところすげえ作りはいいので十分そうではあるぞ。では実際にちょっと取り付けてみますね。これを外して、はい、トリマーのベースを外して、でこれを取り付けるわけですね。本体のこの溝とプランジベースの、ここにちょっとした突起があるんですけど、これを合わせる感じですね。なので向きはこうでいいのかな。はい、おお、ぴったり入るじゃん。ちょっときついかも。その時はこれを回すんだね。はい、がっちりがっちり。すげえ。大丈夫ですね。ぴったり取り付けができました。めっちゃ良さそうマキタっぽくないですか。完全にマキタですね。それで使い方は、ここが確かロックレバーなんですよね。ロックレバーを解除することによって上下の動きができると。でこれ何なんだろうね。これガイドつけれんのかな。はい、これボッシュ用のストレートガイドですけど、ストレートガイドがこうはまるんでしょうね。いけるやん。取り付きましたね。一応ね、マキタのストレートガイドも買ってみたんですけど、全然ボッシュ用でも、このプランジベースであれば使えますね。このトリマーね、本体そのままには使えなかったんですけど、ちょっとやっぱり位置調整がうまくいかなくてダメだったんですけど、このプランジベースであれば多分いけるっていうことかな。いけますね。使えるかなと思います。これでもよかったね。買わなくてもよかった感じはする。はい、こんな感じですね。ビューっと、ストレートガイド他社製でもつけれるのかなと思います。とりあえずこのボッシュのストレートガイドは取り付けることができました。やっぱりだけどこの両手いいですね。これ後で使ってみましょう。で裏面なんですけど、ここにおそらくテンプレートガイドを挟めることができるんだなと思います。このネジを緩めてね。でまずトリマーのね、刃をつけます。その方が説明しやすいと思いますんで。なんかね、
視聴者さんでここ 6.35mm じゃないかっていうお話があったんですよね。このコレットですね。でもね 6mm で使用書に書いてて 6mm でもね締まるんですよ。今回それを確かめるべくコレット自体を取り替えてみようかなと思ってます。ただね違いを確かめるために後ほど取り替えたいなと思ってますんで、まずはこのままいつも通りいっちゃいます。このままね使ってたんですよね僕ね。確かにねちょっとねスカスカしてる感はある、言われてみたらあるんだけど普通に使えてんだよな。よっ、はいはい、取り付きましたね。これで一旦また刺していろいろやってみましょうか。よいしょ。はい、ちゃんとねこっちにカバーもついてるんですね。これ自分の方に飛んでこないように。なんか作りは良さそうだな。はい、では実際の使い方を説明していきたいと思います。まずここですね。ここロック解除、閉める緩めるあるみたいなんですけど、こう緩める、はい、緩めた状態でこの真ん中のボタンを押すとこれが抜けると。はい、抜けました。これまず引っこ抜いちゃいますと。次はこっちのロックですね。はい、これを解除して、これ解除すると自由に動きますんで、これを材料に当てる、作業台でもいいんですけど、ここで0の調整をするってことですね。当てた状態で、ロックをかけると、これで0です。今材料にちょうど当たってる状態ですね。3種類深さを設定できるみたいなんですけど、これ自由に回るようになってるんですね。今回はこの高いところを使って 3mm に設定しようと思うんですけど、この状態でまた、ボルトを差し込むと結構それなりに力いりますね。このボタンを押す力というか、はい、これを突き当てちゃう。はい、今突き当たりました。ここにね下のボルトに当たりました。でこれで締めます。よいしょ。でこの状態でこの赤い傘をこのメモリ0に合わせるんですね。こんな感じです。0に合ってますね。この合わせた状態で深さを 3mm に設定したいので、次このボルトをですね 3mm 上に上げてあげます。これさっき閉めちゃったね。閉めちゃダメだね。まだ引き上げるんで、ここもう一回ちょっと緩めますが、緩めて、でこのボタンを押しながら、難しいな、カメラに見せながら、でこれを引っ張るわけですね。 3mm 分、4mm いっちゃいましたけど、で閉めるとこの深さ分押し込んで掘れるという深さ調整です。で今4mm になっちゃいましたけど、この微調整はね、これを回すことによって微調整ができると。右に回すと浅くなるんですね。はい、こっちに回すと浅くなります。ペットボトルのキャップを緩めるように回すと深くなりますね。 1mm、2mm、3mm だったら鼻からこれで調整した方がいいんじゃないかっていう感じはしますね。で調整ができたらこう締めると。でどうやらこれ1回転が 1mm みたいですね。これを1回転回すと 1mm 動くと。これメモリも0に合わせてね、細かく設定できるみたいですけど、どれだけ回したかっていうのを分かるようにね、一応上にね 1mm っていう刻印がしてます。はい、これ1回転すると 1mm 変わるよってことですね。でこのボルトのこの深さの差ですね、これが 3mm ぐらいになってるはずです。これで深さの調整は終了と。はい、ということで実際に削ってみたいと思います。プランジェベースの売りとしてはですね、この材料の途中から今設定した深さにグッとね押し込んで削り始めることができるっていうことで、普通のトリマーでもできるんですけど、どうしてもね入れる時にこう斜めに入ってしまったりとか、斜めからの差し込みスタートになってしまうところをこいつは垂直にスッと下ろせると、そういったことが利点になるので、ちょっと短い距離ですけど途中からグッと押し込んでね、今の 3mm の深さで、削って、どうしようかな、途中で上げようかな、そんな感じの加工をしてみたいと思います。では行ってみます。はい、今ね削ったところここなんですけれども、こんな風に
途中からスタートして差し込んでスーッと入っていってそのまま抜くと、そういったこういうね加工ができるようになります。できるようになるというかやりやすくなるですね。トリマーだけでもできるんですけど、やりやすくなるといったようなものがプランジベースですね。結構使いやすいなって思いましたね。でこのトリマー本体のお話なんですけど、レビューしてからコードレスっていうことでいいなと思って結構使ってるんですけど、これがね1回使うとこのビットがね取れにくいんですよ。今はねスッと外れますけど、視聴者さんの中でこれ 6.35mm じゃないかっていうねお話をいただいたので、僕はねずっと使用書も 6mm になってたんで 6mm だと思って使ってたんですけど、 6.35mm なんじゃないかなっていうお話をいただいたので、今回6mm のねコレット買ってみました。ちょっと取り替えて使用感を、確かめてみたいと思います。はい、ということで実はねいろいろパーツ買いました。今紹介するのは全部ねモノタロウで買ったんですけど、この 6mm のコレットコーンですね。はい、これとあとねナットももしかしたら良くないんじゃないかと思って念のため、そんな高いもんじゃないんでコレットナットも買ってみました。あとね8mm のコレットコーンと 6.35mm も買おうと思ったんだけど、8mm は普通に買いました。で 6.35mm 買ったつもりだったんだけど買ってなかったらしくて、それは後日注文しました。別のところでね、それちょっとまだ届いてないんですよね。なので比較はできないんですけど、今回プランジベース用の囚人ノズルも買ってあったんです。こんなんですね。これも取り付けてみようかな。でこれをちょっと取り付けて使用感の違いをお伝えできればなと思いますので、まず取り替えてみます。ダストノズルなんですけど、もともとねこのパクリ商品に入ってたダストノズルとマキタのプランジベース用のダストノズル比べたんですけど、全然形状が違くて、もう明らかにこれ入らないんじゃないかっていうこれね入らないね。ということで最初からついてるダストノズルをちょっとバリひどいけど、この辺をちょっと綺麗にして、バリ剥がせば別にって感じかな。おそらくここのね爪をねネジで固定するような感じだと思うんですよ。これ割れたら終わりじゃねっていう感じなんですけど、取り付けてみましょうか。はい、だからこれ買う人はダストノズルマキタのやつ買っちゃダメだね。そんな高いもんじゃないんで、買って失敗したでもよくはないか。ここに入んじゃないのかな、こんな感じで。そうですね。はい、多分テンプレートガイドとかもここに入るんでしょう。マキタのダストノズルつけれたらよかったのにな。別にこれでもいいんですけど、作りがねチープですね。割れると思う。これダストノズルは良くないですね。これも個体差があるのかもしれないですけど、ちょっとね出っ張ってる気する。ダストノズルが当たるというか、ちょっとここでカツって音するんで、ここ当たりますね。ここ当たってるね。なので削るかなんかした方がいいかもしれないね、気にする人は。ここはちょっととりあえずこのまま使ってみるけど、これ当たるってことは結構ガシガシこれ力加わったらこのネジのとこ多分割れちゃうね。だからあまりいいものではない。やっぱりここちょっとね型ついちゃうからね、当たるとちょっと削った方がいいかなとは思います。ただそんなに分厚いプラスチックでもないので、あとそんなね強度ね正直強そうじゃないんですよ。この爪だけで引っかかってる感じなんで、どうなんでしょうね。あんまりって感じかな。はまるちょうどとりあえずこれでいいや。これで今日は使ってみたいと思います。次はこの本体の方の、コレットですね。これを交換してみたいと思います。そんな差があるのかどうかだよね。僕はね本当にね正直6mm だと思って使ってたんですよ。だって 6mm って書いてるしね。本当だ、ちょっと広い気がする。これが最初に入ってた方ですね。でこれが今回マキタで買ったやつ、これ 6mm です。なんか色の違いからかもしれないけど、ちょっとこっちの方が広いんじゃないっていう感じしますね。変えてみようか。ついでにナットも買ったので全部マキタ仕様にしてみようと思います。こっちマキタです。こっちがもともとついてたコレットナットですね。
ピッチとかも全部同じだと思うんで、特にパッと見何か違うっていう点は中を見ても特に何もないですね。でも変えてみましょう。でも視聴者さん言ってたのは本当にその通りかもしれない。これを差し込んで、手でね何もロックない状態で、ナット回るところまでいつも僕回すんですけど、その状態でこのなんていうんですかね、ビットのスライドした時のこの感覚、マキタの方はちょっと引っかかってこの出っ張りを調整できるような感じあるんですけど、ドリルプロの方はねこう下にしたらねシュトンって落ちちゃうんですよ。その差はあるね。確かにこれは全然気づかなかった。だから本当に 6.35mm なのかもしれない。ってことはさ、 6.35mm で僕 6mm のものを突っ込んでたんで、それって結構危ないよね。知らずに使ってた。キュッと。はい。もしこれ買った人、何人かも買ってくれてる方いらっしゃるんですけれども、このナットと 6mm のコレット買った方がいいかもしれないですね。そんなに高いものではないので、その方がいいような感じはしますね。いや本当に教えていただいてありがとうございました。今回のこのプランチベースはボッシュのストレートガイド使えたんですけど、前回紹介した最初からついてたベースの方にはストレートガイドボッシュのものは取り付けられなかったので、このマキタのものを買ってみました。正確にはねボッシュの取り付けることはできたんだけど、使い物にならないぐらいの調整幅しかないというか、このガイドの部分がそもそも刃に食ってるみたいな状態になっちゃうんで、実質使えないんですよね。これはマキタのものなんで、もうこの時点でかなり手前にあるんで、使えますね。ちょうどいい感じです。当たり前か、純正品なんで。これもそこまで高いものではないので、今回いろいろ高いものではないって言っても結局3000円ぐらい使っちゃったんだけど、本腰入れてこいつを使っていこうかなと思いましていろいろ買ったんですけど、あとノズル、さっきのはねプランジベース用だったんですけど、結局使えなかったけど意味のないノズルになりましたが、こっちはこれにつくノズルですね。これを買いました。つきそうな形状なんだけど、つかないの？ついてよ。これも無駄になるのやだよ俺。ついたわ。こっちはバッチリつきましたね。でこれを締めればいいのかな。完璧。このままホース刺さるかな。刺さってくれればいいんだけど、バッチリバッチリ OK いける。このまま直で刺していけますね。これは買ってよかった。なので無駄になったのはこいつだけですね。プランジベース用の囚人アタッチメント、これだけは今回のねこのプランジベースの方に適合しなかったので、これからねアリエクで同じものを買おうとしてる人はもうこれ買わないでください。そのままポン付けは無理ですね。ちょっと頑張ればつけれるかもしれないけど、固定する術がないんで、爪を除去したとしても本体にこのネジで留めれるようなネジを切らなきゃいけないかったりするかな。でもこれね合わせるの非常にめんどくさいと思う。やめた方がいいですね。やめた方が無難です。つけれないと思ってください。もう一個買ったのあった。テンプレートガイド、これも買ってみました。これは合うでしょう。つけてみますか。これはつきそうですね。問題なくつきそうです。大丈夫な感じだと思います。次はね囚人ノズルをつけた状態で、こっちもカバーをつけてね、かなり完璧な状態ですよね。なんかすごいいいですなんかやってる感ありますねこれはで今ストレートで削りましたけど、今回ストレートガイドをつけないでちょっとそのままこう進めてみたいなって思います。フリーハンドでどれぐらいできるのかなって。で囚人機今つけて試すんですけど、バッテリーのコードレスタイプなので、連動機能は使えませんので、この囚人機のノズルを挿してね、ちょっと前倒れんな、重いないいや。この挿した状態で、囚人機オンにしてから開始しますんで、ちょっと音うるさくなりますけどやってみたいと思います。
まあね適当に遊んでみました。最初ベース若干ね左右の片付けあったんで、どれぐらいねこの仕上がりに差が出るのかなと思って、いろいろ右に荷重をかけてみたり左に荷重をかけてみたり今回は試しました。で結果がこんな感じです。わかりますかね。若干これ段差若干ですよ。だけどもう 0.1 ミリないかな。0.1 ミリとか多分それぐらいだと思うんですけど、右側だったり左側だったり、力のかけ具合がね変わってしまうと、このぐらいの誤差が出る。これはベースがねちょっと片付いてる、若干ですけどね、それでこういったものが生まれてしまうんだと思います。でもこれぐらいなんですよ。これをね許容できるかどうかでしょうね。僕はね全然許容できる、バッチリ全然 OK、 何も困らないので、これすごく自分的にはかなりいい製品じゃないかなと思います。4700円だしね、かなり安定感は高いですよ。これ今完全にフリーで削りましたからね、ウィーンと。結構面白いのでありじゃない？ガイドなしですからね。もちろんガイドねつけるとこんな感じで綺麗に途中から差し込んで削って最後引き上げるっていうのが簡単にね押し込みでできますので、すごくおすすめできる商品かなと思いました。はい、ということでね最後に使ってみた感想をまとめてみたいと思います。使用感としてはねとても良かったです。この縦の動きも非常にスムーズですし、あとこのね集塵機能もうまく機能してました。全然ねクズが飛ぶことなく綺麗に集塵してくれてましたんで、機能的には非常に満足ですね。で高さ調整、これはマキタのものと一緒ですけど、この仕組みですね。この仕組みに関しても調整しやすくて、慣れれば全然問題ないかなと思いました。あと使ってみてのね、機能面での不満点なんですけれども、ここのねロックですね。これロックすると下がらなくなるんですけど、または下げた状態でロックすると上がってこなくなるんですけど、このロックがね、僕親指短いからなのかグッと押し込んだ状態でロックしますよね。グッとロック、この親指の長さ分でロックかけようとすると、一応こうやって中途半端にロックかかるんですけど、ほらもっとグッてねロックかけないとしっかりロックかからないんですが、それがねこの中途半端な状態までしか指が届かなくて、ちょっと人差し指これね触れちゃったりするとスパンと戻っちゃってフリーになっちゃうと、そういったちょっと危険というかね注意点はあるなって思いました。なのでこのロックする時にいちいちグーって押し込んだ状態でこれが大変なんですよ。これがでこっちはもう機械動いてますしね、ウィーンと。でがっちりロックしてしまえば外れることはないので全然安心できるんですけど、ちょっと当たったぐらいではねこれ全然大丈夫なんですけど、グッとやんないと。この部分がねちょっと手の大きい人向けなのかなって正直思いました。この機構をもっとワンタッチでできれば最高なのになって正直思いましたね。指届かないんだもん。もうちょっとそれかこの辺でがっちり、この距離ぐらいでがっちり止めれれば一番ベストなんじゃないかなって思いましたね。機能面の不満点といえばそこぐらいですね。注意すれば全然使えるかなとは思います。で、集塵ねノズルこれ機能はしてますが、ちょっとね作りがチープなんでうまく取り付くんですけど、ちょっとね出っ張ってる感じする、若干ですけどね。でも今見たらへっこんでんな。ちゃんと入ってなかったのかな。でもそもそもこのベースがねちょっと片付くのでちょこっと、こっちもね実際ちょっとは片付きあるんですよ。ちょっとね、それを許容できるかどうかっていうところは一つかなと思います。で先ほどの削った仕上がり面もね、その力のかけ具合によってこっちに寄ってたりこっちに寄ってたりで、若干差が生まれるかなと、段差がつくかなっていうところです。うまくやればクリアできそうな気はしますけどね、ちょっと慣れが必要かなっていう感じです。であとこのね、マキタの集塵ノズル、こちらは使えないと思うんで、購入はしないでください。つけれませんでした。これもうはいさよならって感じですね。でストレートガイドに関してはこっちですけど、最初からついてたベースの方に、このストレートガイド使えますんで、ストレートガイドは買うのはありかなと思います。
でこの純正のね集塵ノズル、こっちは問題なく取り付けることができましたんで、このまま使っていきたいなと思います。で1個注意点なんですけれども、このフランジベースの方にストレートガイドを取り付ける際、これね、このパーツをここに挿して、でここの、隙間に、このストレートガイドを差し込むような構造になってるんですけど、この集塵ベースをつけた状態でこのガイドを取り付けることができなくなりますね。というのは、これがね、これノズルに当たるんですよね。ここまでしか取り付かないので、これだと実質使えないのも同然なので、ストレートガイドを使いたいっていう時にはね、この集塵ノズルを外す必要が出てきます。これ純正の方はどうなんだろうね。ちょっとえぐれてるような形状ではあるから、もしかしたら買わせるのかもしれないけど、どうなんでしょうね。とりあえずこのフランジベースに関しては無理ですね。当たります。ガン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 と。あとね、テンプレートガイドですね。これは問題なく使えました。こっちの方ですね。でフランジベースの方のテンプレートガイドはこれ大きいものになるので、これまた別のものを買わなきゃいけません。これは対応したものを探してね、もし使うことがあれば買っていこうかなと思います。もう一個、これは視聴者さん、このフランジベースを紹介してくれた視聴者さんに教えていただいたんですけれども、もしかしたらこの最初についてるの 6.35mm のコレットコーンがついてるんじゃないかっていうことで、今回検証してみましたが、確かにねちょっと大きいですね、もともとついてるやつの方が。で今回マキタのものに取り替えましたけれども、こっちの方が使用感は良かったです。というのは最初のビットを入れて締め込むっていう動作がですね、ある程度滑りが収まるので締めやすいっていうんですかね、適正な長さに調整して締めやすいっていうのがあったんで、この部分はできれば交換した方がいいのかなって正直思いました。なのでこれは 6.35mm なのかもしれない。で僕ね 6.35mm のビットって持ってないんですよ。で 6.35mm のビットって安くていいものが多いっていうイメージあるんですけど、ちょっと周りの人に聞くと切れ味悪いものだったりとか、そういったもの結構多いよってことで今まで使ってこなかったんですよね。でもせっかくこれ 6.35mm っていうことはそういったビットも買ってってみようかなとは思ってますが、買わないかもしれませんっていう感じかな。でも総合評価的にはものとしては全然良かったですね。機能もしっかりしてますし、十分使えるものなんじゃないかなと思います。でこちらの商品ですね、アリエクの方で、アリエクスプレスですね、そちらの方で買ったんですけれども、一応概要欄の方に貼り付けておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。